This is Gone ということで、今回はですね、テーマ国際結婚が大変すぎるということで話していきたいと思います。いやー大変やったよね。めっちゃ大変だったなまあ国際結婚のその結婚生活が大変っていうことじゃなくて、国際結婚するまで、そして結婚した後のまあいろんな書類上の手続きがマジでめちゃくちゃ大変なんで、今日はねそれをシェアしていきたいと思いますまあこれからねその国際結婚するよっていう人たちのね参考にもなると思いますので、ぜひぜひご覧ください。はい、ということで、まあ自分たちの場合は、妻がモンゴル人ということで、モンゴルの人が日本に来るときって絶対にビザが必要なのよね。そう、で、そのビザをまずは取得する必要があって、その時は親族知人訪問ビザかなそうっていうのを申請して、それも結構大変だったよね。めちゃくちゃ大変でした。いろんな書類がね必要で、そうなっちゃん側と自分側で、日本で用意する書類とモンゴルで用意する書類っていうのがめちゃくちゃいっぱいあって、でそれを申請してなんとかね取れたね。それも結構大変だった。それがねちゃんと続けなくちゃ、日本に来れることができないし、しかも結構申請お金かかったよね。1万円ぐらいするんだっけ。そうですね、それ以上かもしれない。なんかね日本人からするとね、本当もうどこの国に行くにしてもビザがね必要ない国っていうのがめちゃくちゃ多いから、そういうの考えると大変よね。めちゃくちゃ大変、モンゴルってほぼビザがいるからね、他の国に行くとしたらほぼそう。あ、そうなんだ。ビザいらない国といったら多分20中かな、 20数カ国そうぐらい。だからもう基本的にはほぼ全ての国でビザが必要。そうでもあれだね、確かロシアはビザいらないんだよね。そうですよ。これがね結構面白いところでなんか他の国の人ってロシアに入るときって絶対、ビザがいる国の方が多いのよね。多い。ちょっと話ずれますけど、あれだよね、モンゴルだと英語とロシア語とで選べるんだよね。選べない。選べない。それね、英語は小学校4年生からで、ロシア語は5年生からだっけからもう全員やる。そう、全員が選べない。面白いよね。それ面白い。それも絶対学べなくちゃダメ。日本だと英語だけで大学に入ってから、違う言語も学べるみたいな感じなんだけど、やっぱり国によってはねこういうの違いもねあるのが結構面白いですよね。で何の話だっけビザ取得ね。でビザ取得してから今度なっちゃんが日本に来ました。でこの時はまだ短期滞在ビザなんだけど、この短期滞在ビザの期間中に、結婚を成立させるっていうのがなかなかね大変だったよね。もう大変だったよ。東京に行ったり、大阪行ったり福岡も行ったり、めちゃくちゃ大変だった。そう、福岡行って帰ってきてまた次の日に行ったり、すごい大変でしたね。多分これね東京に住んでる人は東京で完結するんでいいんですけど、ちょっと順番に話していきますか。まずモンゴル側の結婚要件具備書、具備証明書っていうのを取得する必要があって、でそれは東京にあるモンゴル大使館に行かないと取得できない書類なんですよね。でまずそれを取得するために福岡から東京まで2人で行きました。でその証明書を取るために、必要な書類っていうのもめちゃくちゃいっぱいあったよね。めちゃくちゃモンゴル側で用意する必要なね書類がめちゃくちゃ多くて、でそれを、持ってモンゴルの大使館に行ってなんとかねでもそれだけを取るために遠く行ったもんね。そうだよね。その結婚要件組証明書っていうのが、日本での結婚に必要な書類で、でそれを福岡に戻ってから、日本での結婚を申請。そうですね。で日本で結婚してから今度はモンゴル側で結婚しないといけないから、でモンゴル側での結婚っていうのが、それは東京のモンゴル大使館か、大阪のモンゴル領事館、総領事館かなっていうところでできるから、前回ね東京に行ったから今度は大阪に行って、
ようやくそこで日本での結婚とモンゴルでの結婚がどっちとも成立しました。まあここまででもねめちゃくちゃ大変だったよね。大変だった、今、聞くだけでそんな大変じゃないと思う人がいるかもしれないけど、実際はねめちゃくちゃ大変でした。めちゃくちゃ大変。そうとにかくね必要な書類の多さと移動、めちゃくちゃ大変だったね。そうただここで終わってないんですよね、終わってないよね。終わってないこれねまだ結婚が成立しただけなんで、ここから今度は妻の在留資格を、取る必要があって、日本人の配偶者っていう在留資格の名前になるんですけど、それを申請しました。でこの在留資格申請っていうやつが自分たちは福岡で申請したから全然並ばなかったけどね、多分ね東京とかはめちゃくちゃ並ぶと思います。なんかめっちゃ変な声になってないでこれ申請してからも結構長くて、大体その3ヶ月以内に、結果が出るみたいなんですけど、自分たちは1ヶ月半ぐらいかなで、申請の結果が出ました。でこれなぜかその結果が出たっていう通知は来るけど、大丈夫だったか大丈夫じゃなかったかっていうのは行ってみないとわからないんだよね。そう、また面接を受けなくちゃいけないからだよね。そうだね、だからそのためにまた福岡まで行ってね。そう結局3回行ったのか。申請と面接と取りに行く。それも結構大変でしたでなんとか1ヶ月半後に、ビザじゃないや在留資格が取れました。がしかしまだ終わってないんですよ。大変よね本当に大変ですでこの日本人の配偶者っていう在留資格が期限が1年間なので毎年更新する必要があります。3年間ですよね。3年間、でこの結婚生活が3年間続いたら、今度は永住権の申請ができるようになって、で、ほぼ同じ時期かな、3年後に、帰化の申請ができるようになります。そこまで頑張ったらようやく全てが終わるですね。あと3年間ね、まだまだあるけど、頑張れるね。頑張ります、こんな感じで国際結婚における、いろんな手続きっていうのはこのぐらいあります。結構大変です。そして国際結婚で大変なことといえば結婚式だよね当然ですね、その日本だったらもう日本国内で完結するから結構楽なんだけど、まずそもそも日本でやるのかもしくはモンゴルでやるのか問題ね。結構話し合ったよね、そのどっちともでやるっていうのも全然あるし、どっちか日本でやるかモンゴルでやるか、どっちかにするかっていうのもねいろいろ話し合ったよね、で結局自分たちは日本であげることにしました。で招待する人よね、モンゴル側からその日本に招待するのが旅費の問題とかまたねそういうのもいろいろあって、書類とかね、それもね招待の、結局親族はその親族訪問ビザにまたなるから、その書類も自分たちが多分用意しないといけないかな。そうです、大変だ。大変です頑張りましょう。頑張りましょう、で最後にちょっとね1個言いたいことを思いついたんで言うんですけど、モンゴルの書類の書き方結構面白いよね。そうなんか日本ってもう完全にその書式とかが決まってて、でここにこういうこと書いてくださいっていうのが完全にもう出来上がった書類に書いていくっていう感じなんですけど、モンゴルねなんと完全にフリーよね。1枚の紙に自分で手書きで全部その申請するどこに申請するとか書いて、しかも書式も決まってないのがめちゃくちゃ日本人としてはびっくりした。そういう書類を書いたことないから、そうそれでね本人が書いたって
確認できるからね。まあ確かに、ね、証明書になるから。だから絶対手書きで書かなくちゃいけない。絶対に手書きなんだよね。そう、絶対に、モンゴルの場合は。そう、それをねパソコンとかね適当に書いちゃいかない。そうなんだ。そう、パソコンとかでやっちゃうと、全部やっちゃうと誰が却下される可能性もある。別の人がやってるかどうか分かんなくなっちゃうから、モンゴルって印鑑使えないから、本人が印鑑持っていかない、全部サインでするから、多分それもあると思うな。もし、パソコンで書いてたら印鑑押すじゃない、それ本人自分の印鑑で押してるからって確定できるけど、モンゴルの側は印鑑持ってないから絶対サインしなくちゃダメ、で手で全部書く。そうなのかな。そう、いやサインするのは分かるのよ、サインするのは分かるけど、その他の部分、なんか日本だとそもそも組織として書いてある部分とかも自分で書かなきゃいけないっていうのが結構びっくりした。人生で初めての経験だった。そうですね。まあそういう時もあるけど、絶対自分で書かなくちゃいけない書類ってあるんですよ。まあ、日本と同じくそういう書いたものがあって、そこに自分の書くもの、書くそういう書類もあるけど、絶対手書きで書かなくちゃいけないそういう書類もあるんですよ、別に。これがね面白いですよね。なんかね、こういうそのモンゴル独特のものもね結構あるから、そういうのもねちょっとまた今後ね動画にしていきたいと思います。で、あと書類をね書いてて面白かったのがもう一つあって、モンゴルって一族の名前がみんなあるんだよね。そう。まあ日本だと山田太郎で終わりなんですけど、その前になるのかな、名字のさらに前につく。そうですね、別につく。そう、名字が私の名前の前につくけど、一族の名前は別のところに書く。そう。じゃあそれをなんだろう、一族の名前、自分の名前っていうのをセットで書くことはないけど、自分の一族の名前が絶対あるんだよね。そう、絶対あります。なんか面白いね。いろんな書類とかね、絶対にそこに一族の名前書いてくださいって絶対に書いてるから、そこに一族の名前書いて、その下に名字を書いて自分の名前書く。面白い。で、なんか自分もそのモンゴル側で ID カードができてるんですけど、自分もあるんだっけ、その一族の名前が。そう、今できてます。できてる。お父さんの名前だっけ。そう、お父さんの名前が一族の名前にいや違うよ。まあ日本といったらね、ファミリーネームが一族の名前になって、お父さんの名前が名字になって、その次に自分の名前書かれてる。今自分のファミリーネームが一族の名前。そうで、俺のお父さんの名前が俺の名字、になってる。そうらしいです。なんかね、これもねすごく面白いから、また別の動画で詳しくね話そうと思ってるんですけど、モンゴルの名前のシステムがめちゃくちゃ面白いです。これまた次の動画で話すので、ぜひぜひそちらも見てください。見てください。はい、絶対面白いと思います。マジで面白い。はい、ということで、今回はこのぐらいかな。そうですね。何かその気になることとか、質問とかあったらコメントの方にね書いてもらえると、動画の中とかで、答えていきたいと思いますので、よろしくお願いします。お願いします。ということで、また次の動画でお会いしましょう。最後にチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。お願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。バイバイ。またね。